皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。夏が来れば思い出す。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。4月14日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は164メートル79でした。おとといと比較するとわずか1センチの上げでほぼ変化なし。そろそろ本格的に下げていかないといけない時期なのですが、今年は動きが遅いようです。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒6610立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒9570立方メートル。差分については毎秒2960立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はプラスの470、三峡ダムもプラス270。両地点の間にある支流の宇高からの流入は依然として多い状態が続いています。なお、長江の最上流、金沙江にある巨大4電ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒3200立方メートル。今月6日に大幅に放流を増やした後、そのままキープ。これについては後ほど触れます。一方、深夜0時の放流量は毎秒9690立方メートル。単純に割り算すると 31% の発電状況で10基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといの同じ時間帯と比べるとほんのわずかだけ増やしています。中国湖南省水文局発表の三峡ダムに関する最新データをこれまでお伝えしてきましたが、残念ながら4月に入り、その情報が見れなくなっています。長江水利委員会発表のデータをもとに、同じようなグラフを作成するとこんな感じ。今月の状況になります。1時間ごとに発表されるデータのうち、一部のサンプリングで粗い情報ですが、黒で示す放流量について、上限と下限を決めて調整している様子が伺えます。時間帯によっては、毎秒1万立方メートルを超えているところも。緑のラインの流入量は、徐々に増えていることがわかります。1日単位で見ると、流入量と放流量がほぼ均衡状態になっているため、ダムの水位はなかなか下がりません。あまり期待はできないものの、早く湖南省のデータが復活するといいのですが。三峡ダムと最上流にあるダムの流量について、データを比較しながら現状をチェックします。こちらは2月の初旬からおとといまでの流量の変化をまとめたグラフで、中国交通運輸部の発表データを整理したものです。上が三峡ダム、下が高架波ダムを表しています。まずは高架波ダムについて、1週間ほど前に放流を増やした後は維持。これまでのピークからするとまだ 75% 前後の放流量にとどまっています。水色のラインの流入量も大体同じような動きをしているため、さらに上流側にあるダムが放流を調整しているものと推測されます。次に三峡ダムの状況を見てみましょう。オレンジの線の流入量は右肩上がりにその量を増やしており、一つには高架波ダムで放流を増やしたことによるかさ上げ効果があったと言えそうです。加えて長江の支流にあたる宇高からの流入が増えていることも影響しているでしょう。流入量の上昇が止まらないため、三峡ダムからの放流を段階的に増やし、気がつけば毎秒1万立方メートルの大台を超える状況。今の時期は水位を下げないといけないというミッションがありますから、どうしても流入量を放流量が上回る状態を維持する必要があるようです。Nishi Yang Channel。 久しぶりに衛星画像で三峡ダムの様子を見てみます。こちらは4月4日の様子で、ヨーロッパの衛星センチネルが公開している情報。ダムの下流側を見ると、発電設備から放水されている水の様子が伺えます。一方で、中央の洪水調節用のゲートは閉じたまま。1年近く開かずの門状態。
1ヶ月前の衛星画像で比較すると、若干発電設備からの放水の勢いが強くなっているようにも見えます。次にダムの上流側、ダム湖の様子を確認します。今回一番驚いたのは、久しぶりにゴミが流れ着いていること。衛星画像なので見づらいところはありますが、かなりの量が流れ着いていることがわかります。こちらは過去の様子で、流木やゴミが流れ着いて、その上を人が歩けるほど。大洪水が発生した後には、時間を置いて三峡ダムまで大量に流れ着くことはあるのですが、今の時期では珍しいかもしれません。重慶の手前にある宇高流域で大雨になり、プチ洪水となったため、流木やゴミがダムにまでたどり着いたのではないかと、勝手に推測しています。あと、北側にある船を上げ下ろしするための肛門について、3月4日から4月17日までの45日間、南側ルートのメンテナンスを実施しており、衛星画像からも水を抜いている様子が映っています。そろそろ工事が終わる頃ですから、近々完成メディアから無事メンテが完了しましたというテンプレ記事が出てくることでしょう。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後5時までの様子。前線が居座っているからか、ダム周辺と中下流地域の広範囲で雨になっている模様です。ダムの少し上流あたりで雨雲が湧き出している様子は最近よく見る光景。三峡ダム周辺では4月の累計雨量が67ミリとなかなかの量になってきています。次に今後の予想を見てみます。しばらく長江よりも南側の広い範囲で雨雲がかかる機会は多そうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が21度、最低気温が14度で小雨の予報。先日は夏日近くまで気温が上がっていましたが、ようやく落ち着いてきたようです。天気予報を見ると、雨の予想が並んでいます。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。トランプ政権、13日夜からホルムズ海峡封鎖へ、イラン協議受け、朝日新聞が伝えています。記事によると、トランプ米大統領は12日、バンス副大統領のイランとの協議を踏まえた反応として米海軍は、ホルムズ海峡に出たり入ったりすることを試みる、すべての船を封鎖するプロセスに着手すると述べた。これを受け、米中央軍は12日、トランプ氏の宣言に従って、アメリカ東部時間13日午前10時、日本時間13日午後11時、イランの港を出入りする、あらゆる海上交通の封鎖を始めると発表した。イラン以外の港から出入りして、ホルムズ海峡を通行する船舶については航行の自由を妨げない、とも説明している。以上、トランプ政権、13日夜からホルムズ海峡封鎖へ、イラン協議受け、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ、ある程度想定されていましたが、最終的に交渉がまとまらず、結局アメリカが逆封鎖に踏み切るという、まさかの展開に。ニュースによると、イランの港を出入りする船舶を対象とした措置ということですが、今の感じだと、実質的にどの国もここを通過するのは難しい状況のようです。これまで中国は、イラン産原油を輸入してきた事実を考えると、影響は決して小さくないでしょう。アメリカのイラン制裁逃れのために、第三国での積み替えといった話も聞かれますが、通行が滞ればコスト増や供給不安につながり、経済全体にじわじわ効いてくる可能性も。ただ、日本も中東依存度の高い国ですから、他人事ではありません。すでに一部では輸送ルートを公海側に切り替える動きや、原材料不足により、TOTOがユニットバスの新規受注を停止するなど、企業活動への影響も出始めている模様。時間の経過とともにじわじわと広がっています。エネルギーと物流の問題が絡み合う、今回の事態はしばらく続きそうで、かなり心配ですね。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信していますので、ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。おおむね晴れているようですが、九州地方には雨雲がかかり始めています。ニュースによると、西日本では降水確率が高めになるとのこと。西から天気は下り坂のようです。
猛烈で大型の台風4号の雲の様子がこちらで、はっきり台風の目が見られて、勢力の強さが伺えます。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。